皆様こんにちは。いつも動画をご視聴くださり誠にありがとうございます。本日は7の揃え方になります。早速やっていきましょう。7を揃える時の注意点としては、一面揃ってる面とかがある時に別の面を揃える時には、その面を例えばこうやって動かして揃ってるのがどっかに出ちゃってるっていうのが起きるので、必ず元に戻してあげるという動作を忘れないようにするということを注意して揃えていけば、特に何も難しいことはなく、ちまちまやっていけば揃うので、そんなに難しいパズルではないということを最初にお伝えしておきます。順序としては、センター6個揃えて、エッジを揃えて、で 3×3 パートを解くという3段階になってます。では、やっていきましょう。一番最初は一本棒を作ってあげるといいと思いますので、例えば、じゃあここをちょっと作っていきますね。ここに白が入ると嬉しいというのがあるので、こいつですね。これをここに持ってきて、一本棒を作ってあげたら、白の面に入れてあげるという感じで、私はあんまセンターからとかっていうことはあんま気にしてないので、好きなところからどんどん作っていってしまうんですけれども、一本棒を作って入れてあげるというような動作をやってあげればいいだけです。ちまちま作っていきましょう。これが、ここだ。入れてあげると。こんな感じですね。はい。こんな感じで白一面ができたら、今度は黄色一面を作ってあげます。で、この時に、一本棒とかがこの横の面とかでできたら、黄色を入れたいってなった時に、白がこういう風に出てしまうので、その入れた黄色を逃がしてあげて、白を戻すというような動作を忘れないようにしてみてください。で、これはね、4×4 とかと一緒なんですけれども、この一本棒をここに入れたいという時に、こうしてしまうと、これが出てきてるので、戻さないといけないんですよね。ですけど、これをこっちにやると、これが出てっちゃうんですよね。なので、この時には、入れたいやつの上にすでに揃っているやつをセットしといてあげて、向こうに黄色を逃がすと。で、この子をこっちにキープして、黄色を戻すのと同時に白を戻すと。こういう感じですね。こういう風に入れてあげるようにしてみてください。そうしないと永遠に入らないので、ここだけ注意ですね。はい。このように黄色と白を揃えることができました。で、お次はここの4つの面を揃えていきます。2つまでは今の考え方と全く一緒です。1個揃ったときは、ここを揃えるときに、ここの面を崩さないように揃えていくというふうにやっていくと、揃えることができます。やることも先ほどと一緒です。一本棒を作ってあげたら、とりあえずオレンジのところに揃えてあげるというふうにやっていくといいので、ガンガン一本作って入れていくというふうにやってみてください。オレンジ一面が揃いました。次はじゃあ青を揃えていきましょう。この時にオレンジがもうすでに揃っているので、どこかを動かしたら必ず戻してあげるという動作を忘れないようにすることですね。例えば、ここで青を1本揃えましたが、オレンジ逃げちゃってるんで、この面を戻してあげたいですから、この面を動かしておいて、オレンジを戻すと。この動作ですね。はい。こんな感じで、1面、2面、3面、4面というふうに揃えることができました。で、問題がここなんですよね。ここなんですけれど、これ、できることだったら、今と同じように1本ずつ入れていきたいんですけど、ちょっとね、この辺と考え方が違うんですよね。これはね、頭を使ってくださいとしか言えないっちゃ言えないんだけれども、例えば、これでこうやって一本棒作るじゃないですか。作って、このラインが動いちゃってるんで、元に戻して一本棒ができたんですけれど、これなんかラッキーなんでそのまま入れちゃいますけれども、さてどうしますっていうところなんですよね。こことかここで一本棒できて、ここに埋めていって、できたらもうこの2列、揃ってない2列とかを使って、残りのやつを作っていきたいっていうところなんだけれども、これがね、例えばですよ。例えば、すごい単純な考え方で言うなら、これをここに入れればいいんですけど、こうしちゃった場合って、ここ崩れちゃうんですよね。
ここが崩れちゃうんですよ。せっかく2本作ったやつが。なので、こういう考え方ではなくって、こう頭を使わないとですね、できない感じなんですよね。だからこれなんか結構ラッキーなんで、こうして、ここに1本できてるんで、戻してあげて、で、あとは、ここに入れて、戻すという感じで、ちょっと今回ラッキーが多いんですけど、これは、ここの揃え方とかとちょっと違うので、次はここがいいんですよね、ここ。一番最後にこの列だけを残したいので、一番最後の2つの面は、真ん中、ここを揃えていって、ここを残して、ここを揃えるという感じでやっていくのが効率がいいんじゃないかなと思われるんですが、これをここだよね。これをここに入れるっていうのが、どうすればいいんでしょうかねという感じなんですよね。これ難しいですよね。一旦これ避けといて、この子をちょっと違う位置にやってあげます。これしか入んないもんね。これだけだよね。入るやつ。こういって、例えばじゃあ、この位置とかに動かしておきますね。で、これがどう戻ってくれば入りますかね。こういってですね、これを回転させて戻せば、こうやってできたりするんですけど、こんな感じで結構頭使うんですよね。今の場合は、こういうことです。こういうこと。これを、今のもラッキーパターンかな。ここ使わずにもうダイナミックに真ん中使って揃えちゃったんですけど、これを向こうに追いやって、向こうで回転させて、ここに突っ込んであげれば、そのまま入るよねという感じなんですけれども、ここはね、今、私がめちゃめちゃ面白いと思ってるところなので、皆さんもぜひ、コツコツやってみてください。楽しいですよ、ここのパート。こんな感じ。これやってみないとわかんないんですよ。同じようにやると、今さっきみたいに揃ったところが崩れてしまうので、ここのパートだけ、ちょっと考えながらやってみるといいですよということですね。で、上手な方なんかは、これラスト1個だけとかまで持っていくんですけど、せっかくなので、こういうちょんちょんちょんって残っちゃった場合の入れ替え方だけ説明をしておきます。こう残った場合、これをここにやりたいってなったとき、ちょっとやってみますね。この列を動かして、で、この子を一旦キープしておくんですね。向こう側に。これです。で、元に戻してあげて、この子を元に戻すと。ほら、3個あったのに2個になったんですよ。こんな感じで、同じところですね。同じところに置いておいて、要はここでこう作ってるっていう感じですかね。この子をここに送るっていうよりは、この一本棒を作ってあげてるというイメージですね。ここに一本棒できました。できたんで、この一本棒をキープしておくんですね。キープ。で、元に戻すと。向こうから元に戻して、向こうから元に戻すと。これを元に戻すと。こんな感じ。アルゴリズム的に覚えるよりは、これできてると。じゃあこれを一旦逃がさないといけないから、向きを変えて逃がしとこう。で、上こうやって U とか下から U プライムして真ん中戻して、みたいに考えてあげると、できるのかなと思うんですが、こんな感じ。では、エッジの揃え方をいきましょう。エッジはですね、向きが大事なので、同じ向きで揃えてあげるという準備ですね。それをやってあげれば、バンバン揃えることができます。これも別に中央から揃えるとかっていうことはこだわりはないので、ガンガン揃えていけばいいと思います。私の場合は8個ですね。8個まではここバラバラの状態にしちゃいます。バラバラの状態にしてしまうので、8個までは特にここの向き、こういうの考えなくて大丈夫です。では、やっていきましょう。この子がここに入ってればいいので、ちょっと一回持ち帰っちゃいますけど、こうですね。この向きで入れてあげればいいと。こういうことです。で、同じように、青白、こっちでやろうか。青白がいますね。青白をここに入れたいので、こういう向きで入ってほしいんですよね。こういう向きで。なので、1、2、3。ここの向きが崩れないように入れてあげるっていうことを考えて、ここにセットしてあげるようにすると、
どんどん揃えていくことができると思うので、それだけ注意をしてやっていくといいんじゃないでしょうか。これですね。こいつ、ここに入れたいんですけど、反対向いちゃってるんで、これをひっくり返します。一回、1、2、3で出します。ここの向きを変えたくないのでね。で、この時に、ヘッジスラマーって言えばいいのかな。普通にこういう風にやってしまっても、ここは揃うんですけど、ここ崩れちゃうんですよ。なので、こういう入れ方ではなくて、1、2、ここに逃がしておいて、これを元に戻します。で、ここ元に戻してあげると、この向きで入ってるんですよね。なので、この反転のさせ方っていうのは、結構、自分で、とか思いながらやってるとうまくできると思うんですね。なので、右側に反転させたいのか、左側に反転させたいのかというのは、ぜひね、考えながらやってみてください。1個できたら、適当に上、下、どっちでもいいので、キープをしておきます。で、あとはまた次のやつ。白でいきましょうか。ちまちま揃えていきます。この場合は白をこっち面でオレンジ置いときたいんですね。この子と合体させたいので。1、2、戻す。これはヘッジスラマーっていう動かし方になるのかな。そうすると、ここに来ます。揃えてあげます。今度はオレンジ、白面をこっちにした状態でここに置いておきたいと。これもヘッジスラマーですね。1、2、戻す。なんとなく見てくださっててわかるかもしれないんですけど、こういう F2L を入れるときの、ここの F2L を入れるときのスロットインなのか、ヘッジスラマーなのか、この2つしか実は使わないんですね。白オレンジ見つけました。で、これはこういう向きでやりたいですよね。こっちに持ってくるってことは、白面がこっち向いててほしいんですね。なので、この場合だと、普通に、ここの F2L を入れるっていう動作で、1、2、3。白面がこっち向いてくれます。なので、7×7 に限らずなんですけど、エッジを揃えるっていう動作の時には、ヘッジスラマーか、F2L のスロットインかのどちらかで、その白の向きとかっていうのを調節することができるので、ぜひ覚えておいてください。これは白を右側にやりたいので、ヘッジスラマーですね。こうやってしまうと、白がこっち向いちゃうんですよ。互い違いになっちゃうんで。なので、この場合だとヘッジスラマー。1、2、戻す。この動きで入れることができるよと。なので、この2つだけ覚えておけば、エッジの向き調整っていうのはできますから、難しくないんですよね。簡単。すごく簡単ですね。この場合ですね。この場合っていうのは、緑こうなんですけど、白がこっち向いててほしいんですよね。なので、一回出しちゃって、この状態にしてあげてから、ヘッジスラマーをやってあげると、白がこっち向きますと。これはね、ぜひ試してやってみてください。ヘッジスラマーなのか、このスロットインなのかっていうので、こっちは白の向きだな、こっちは白の向きなんだな、みたいな感じで、やってるとね、なんとなくもう感覚でわかるようになってくると思うんですね。これは私はもうすぐヘッジスラマーだっていう風にやっちゃいますね。こんな感じ。これはもう慣れですね。慣れ。これはスロットインの方ですね。こんな感じですね。エッジをどんどん揃えていきます。ここは全然気にしなくて大丈夫です。向きだけこういう風にならなければ全然大丈夫なので、8個だけ揃うまでガシガシ揃えていきましょう。こんな感じでエッジを8個揃えることができました。で、こうなったら、ここを一旦元に戻しておいてほしいんですね。赤面。こんな感じ。センターを一旦元に戻しておいて、残りの1、2、3、4。4個のエッジを揃えていきます。で、これも特に難しいことはなくて、入れたいところにセットをしてあげて、元に戻してあげるみたいな作業をやっていくだけなので、ちょっとやっていきますね。はい。では、オレンジ緑っていうのがあるんですが、オレンジを向こう向きにしたいっていうことは、オレンジがここに向いててほしいんですよね。なので、一旦下段のみをずらしておいて、これをここに置いといてあげれば、戻すと同時にオレンジっていう風にくっつくんですね。なので、
ヘッジスラマーでオレンジを手前向きにしてあげて、元に戻すという感じで揃えてあげるといいでしょう。これも、私はウィットエデンもそうだったんですけど、基本的には全部我流なので、なんかもっと効率のいい揃え方があるかもしれないんですけれども、私は基本的にこういう風に揃えてしまってるんですね。こことここ、こことここなので、このラインとこのラインを向こうにやっといて、これがこういう向きで入ってればいいという感じですね。こことここだけずらしておいて、この子をここにセットしといてあげると。こことここ。で、元に戻してあげると、ここ、ここ。こんな感じですね。で、できたやつを、上にしっかりキープしておいてあげて、今度は、できてないやつ3つですね。はい。で、最後に、ここ3つですね。これも全く一緒です。基本的には上にあるやつを入れていくみたいなスタイルになっていくので、例えばこれをここに入れたいんですね。そうした場合、上だけこっちに動かしておいて、オレンジ、青がここに入ってくれれば、こう戻ってきて、ここに入るよね、というような感じになるので、入れてあげて、戻すと合体しますよと。で、ここにオレンジ、青が欲しいよね、という感じになってくるので、この子ですね。オレンジがこっち向きになってほしいので、これは、真ん中動かしておいて、これをここに入れると。元に戻してあげると。こういう感じ。これの繰り返しなので、今で言うと、これも一発で入れることはできるっちゃできるんですけど、反転させて入れてあげれば、私は一回出すかな。出しちゃって、ここですね。このラインをずらしておいて、これをここにセットしておいてあげれば戻ってくるよねと。こんな感じ。こんな風にしてどんどん揃えていけば、最後こうやって2つになりますので、最後2つになった時っていうのは基本的に同じ段にして反転してあげて戻す。同じ段にして反転して戻すというような動作をやってあげればいいです。例えばどういうことかっていうと、赤青をここに入れたいんですけど、赤青と赤青という風にしておいて、ずらしてあげると、今赤青がここに行きます。行ったので、これがひっくり返って、緑赤がここに出てくると、赤青がここに戻ってきてくれて、めでたく赤青、赤青、赤青、赤青という風になるんですね。なので、同じラインに置いといて、動かして反転させる。その繰り返しです。これひっくり返しますね。ほら、ここに緑赤が来たので、向こう側から赤を持ってくると揃いますと。ここはどうだろうな。最初にちょっと引っかかるかしら。そんなこともないとは思うんですが、同じラインに置いておいて、向こうに避けて反転させて戻すということを覚えておけばいいと思います。これと、これ。これでもいいんですけど、これとこれね。こいつを向こうに避けておくと、赤青ここにいます。だからこれをひっくり返せば赤青が合体するよねという感じですね。ここにいます。ひっくり返します。こんな感じ。うわ、持ってるな。出てきましたね。はい。こんな感じ。で、ラスト、もしですけど、2つ反転してた場合っていうのは、こうして、ひっくり返してあげれば、2つ同時に反転を直すことができるんですけど、今見てくださってる通り、1個しか反転してるのがないっていう場合は、今みたいにお互いを反転させるとどっちかが反転しちゃうんですね。なので、こういう場合に前回のパリティを使います。反転させたいところの右側ですね。ひっくり返したいのこれなんですけど、反転させたいところの右側を4手までっていうとおかしいんですけど、4回 U2 をやるまでは右側。で、5回と6回目の動かすときが左側。こいつの左側。で、残りの7回目以降は右側。みたいな感じで挟んであげるといいと覚えておけばいいでしょう。この状態です。この状態。R して U2。で、1回こっち側に持ち帰るんですね。そして、もう1回 R して U2。R して U2。R プライムして U2。今4回終わりましたよね。
今4回 U2 終わったと思うので、今度は左側から引っ張ってきます。引っ張ってくるときはこのラインですね。このライン。今はここだったんですけど、ここ。L して U2。今度はここですね。R プライムなんですが、まだここを切ってあげて、R プライムして U2。で、あとはまたここに戻ってきます。ここに戻ります。R して U2、R プライムして U2、R プライム。こんな風にしてやると揃えることができます。5手目と6手目がここになると。つまり、例えばこういう状態とかも出てくるんですよね。ここだけが反転しているような状態。その時の説明もしておきますね。こういう状態です。もちろんここがさらにひっくり返ってるっていうパターンもあるんですけれども、そういう状態は私は2回やっちゃうんですけど、多分相当効率悪いですよね。どうやってやってるんでしょうね、上手な方。この場合です。この場合は、ここです。ここと、ここ。5手目、6手目がここになるみたいな感じですね。それ以外はここで回してあげるという感じです。1、2、3、4、5手目。こっち。6手目、ここです。で、7手目からまたここに戻ってきます。7手目、8手目。こんな感じです。あとは 3×3 を解いていけば終了になります。いやー、なかったですね。ちょっと、もう少しですね、理解を深めておいた方がいいなと思いましたね。この動画を作っていて。かなりね、難しかったですね。簡単とは言ってて、実際解くのは簡単なんですけど、残り2面のところですね。4個センターを揃えて、残り2面のところを、なんとかうまく、こういう考え方でやると、上手に、残り2面のところを、一本棒をどんどん作っていけるよっていう説明がしたかったんですが、無理でしたね。私の実力ではその説明ができませんでした。あそこね、ちょっと難しいのよね。A は、どうだったっけ？こうだっけ？こうか。はい、揃えることができました。長かったですね。ちょっとね、ここがね、いろいろちょっとパターンが変わってたと思うんですが、どう説明すればうまくこの辺のみを、ここの2段とかをね、使って、ラストの2つのセンターを揃えていく説明ができるかなと思って一生懸命考えてたんですが、ここはもう私のね、知識不足です。ここはもう本当にここの4面のノリではちょっとできないので、揃えたところをなるべく使わずに、例外もあるんですけど、ここの中央だったら向こう側に持ってって反転させて持ってくるみたいなこともできるので、例外はあるんですけれども、なるべくだったら残り2面のところはこの揃えていったところではないところを使って、こことその揃ってないところで1本棒を頑張って作っていくと。で、残り1本とかになったら多いやつを入れてあげて、残りの1個ずつをちまちま交換するという風にしていくと揃えることができると思いますので、これはね、本当にいい暇つぶしになるので、ぜひちょっとやってみたいなと思う方はチャレンジしてみてください。多分割ってね、なかなか気が乗らないんですよ。私はそうだった。F2L でちょっと揃えるのが嫌になった時に、なんとなくパッと4を触ってみたら、すごく自分に合ってたっていうだけで、一番最初ね、やっぱ4の揃え方とかいっぱい出してくれてるじゃないですか。全然興味なかったよね。これなんて持ってのほか絶対やらないって思ってました。生涯で絶対触ることないって思ってたんですが、これはね、めっちゃ暇つぶしになります。ものすごい面白いです。なんかもう、やっぱ回しにくいっていうのもあるので、あまりこうね、早く揃えるっていうのよりは、本当に暇つぶしで、1日1、2回解いてみるか、みたいな、そういう感じのキューブになるとは思うんですが、私はこれ1日1回でお腹いっぱいです。もう1回でいいかなと。だいたい、ゆっくりというか、そんな急いで揃えようっていう風にしなければ、9分台かな。9分台か10分かかるぐらいなんですが、一生懸命急いで揃えようと思ったら、8分ぐらいではできるんですが、でも大会とかでいうカットオフのところですよね。7分以下で揃わないと確か大会出れないとかっていうのもありますよね。だから私はそういう意味で言うと77度初心者なので、めっちゃ遅いんですけれども、すごく好きで
よく回しております。よかったら皆さんもチャレンジしてみてください。本日もご視聴くださり誠にありがとうございました。ではでは、またね。